皆様ごきげんよう。いかがお過ごしでしょうか。今日は前回撮った本焼きのコレクション動画のコメント欄に砥石を紹介してほしいっていうコメントがあったので、今日はちょっと手元にあるやつを全部並べてみました。ちょっと一個一個だって見せてくんで、奥から皆さん側からアルトストーン、これはオイリさんの YouTube で知りました。手頃だったんでちょっと買って使ってみました。これはだいぶ前に。はい、アルトストーン。次アルトストーン。これ1000番なんで、さっきと多分製法違うやつですね。すごいね、粘土質な感じなんですよ。これはねっちょりしてるっていうか、シャリシャリシャリ系ではないですね。これは石杖1000番。これはシャリシャリ系ですね。大きさが違うからそもそも比較にならないかもしれないけど。はい。キングハイパー標準1000番です。商品名を述べてるだけでいいのかな。これも礎1000番。でもこれ多分、違うわ。多分こっちの方が硬いですね。こっちの方が柔らかい。サンプルで違ったやつかもしれないですね。こっちの方が軽いですね、全然。密度が違うかもしれない。よいしょ。また礎3000番。一通り見せますね。礎5000番。これは礎の頂の方か。前の方の旧モデルのアラトなんで、礎ではないはず。なんだ、頂だったっけ。頂の320か400とかだった気がします。ザ3000。もう売ってません、これ。頂とかもう売ってないですね。K 6000番。これももういなくなられました。旧モデルですね、今の暁の。ザ1500。これ結構柔らかかった気がしますね。めっちゃ柔らかい。これすぐ削れちゃう。めっちゃ削るけど、これはわかんないが多分頂だと思いますね。礎が出る前に買ったやつ。これはザンの線。頂とザンが一緒に売ってた時に買ったやつですね。なんでこんなザンの400。ザンの400。じゃあさっきのアラトはあれですね、頂の400。計1万。検証しかないんで、じゃあ検証しかないじゃん。これ3000。これ礎のサンプルかな。礎のサンプルらしい木3000。次はようやく違うのが出てきて、シャプトンさんのガラス砥石。8000、4000、2000、1000。1万2000とかもあった気がしますね。また礎だ。暁。これは今もまだ売ってるシリーズですね。ザ1000番。検証しかないから、いる正もないも計8000。で礎5000。頂あった。頂3000。やっぱ頂の方が重いな、全然。正計3000。検証終わり。次。入検と片口1000。これ結構ザンとかに似てる気がするんですよね。研ぎ心地はシャリシャリ系だし。
これ同じく入剣と線、普通の硬さ。こっちの普通の硬さの方が残に近いかもしれない。響き。これなんか僕の勝手な推測ですけど、藤原さんの K とか C とかに似せてる気がする。こう響きって一文字で。ここのなんかロゴも似てるし。これは硬い。すごい。かなり硬質の砥石の印象があります。これも響きさんの。これは森平さんの火のシリーズの旋盤。来た。みんな大好き歯の黒幕。僕もいっぱい使ってました。これはなにわさんの輝きだったかな。輝きレジン。これめちゃくちゃ柔らかいですね。なんか最初の頃しょっちゅうえぐっちゃってた記憶があります。キングの仕上げ。多分6000番か8000番。なにわさん超セラ1000番、超セラ3000番。これは腎臓のレンゲ、なんか天然砥石入りとかって売ってたやつです。これが最新の藤原さんのアラトかな。これが礎だと思います。暁キングハイパー。これはちょっとわかりません。不明。これは末広さんの、なんかね、アルトストーンとね、末広さんのすげえ似てる気がするんですよね、研ぎ心地。カラス。天然砥石の切れ味。多分天然砥石の粉が入ってるっていう。はい、歯の黒幕。で、またさっき出た、これ輝きの3000で8000で小血平。はい、以上です。大体ここら辺にあるのはその僕が椿屋さんで働いてた時に買ってたやつなんで、今はほとんど使ってないやつの方が多いんで、研ぎ心地とかはちょっと忘れちゃってるのがほとんどなんですけど、昔働いてた時にお客さんからおすすめはって聞かれた時になんか答えれるようにっていうので結構いっぱい買ってました。それやっぱ硬さとか、あとはその研ぎ心地とかも全部違うんで、多くの人にとってその使いやすいと感じるかどうかっていうのはもう本当にその人の好みかどうかっていう部分が大きくて、でその人の好き嫌いにこう合わせて砥石を選べるように一通り買ったっていう感じですね。だから例えばなんかおすすめはって聞かれたら、まず何も使ったことなければそれを使ってもらって、その砥石を基準にもうちょっと硬いのがいいとか柔らかいのがいいとか、泥はちょっとクリーミー系がいいのかシャリシャリ系がいいのかとか、あとはそもそも水につけないですぐ使いたいのかとか、いろいろ違うんで、そういうのを理解するために買ってたっていう面が大きいですかね。今は業務で長時間研ぐっていうのがほとんどないんで、まあ家の包丁とかささっと研ぐんだったらももう皆さん大好き黒幕。これは使いやすいですよ、やっぱり。すぐ使えるから待たなくていいね。これは多分みんな使いやすいんじゃないですかね。正直そのなんか自分が切ってて切りやすい動向の話だったら、どうでもいいって言ったら怒られちゃいますけど、多分どれ選んでもある程度その切れるっていう感覚には戻せると思うんで。じゃあ砥石もものすごい大事なんですけど、切りやすさを決めるやっぱ要素の大きなところってその包丁自体そのものの構造だったりするんで、構造が悪いとどんなに砥石こだわってもその刃先の変化でしかないっていうところを考えると、やっぱり包丁自体のその形はすごい
大事ですね。あとはその自分の業務に合ったその使い勝手がいい悪いっていうのもあると思うんで、そういう意味でやっぱそのこの京セラさんとかこの歯の黒幕が人気なのはすぐ使えるからっていうのが一番大きいんじゃないですかね。パッと使える。でも例えば型場とか料理人さんの預かってちゃんと土台作りからやるとしたらやっぱ今だったら礎とか、あとは今はないけど頂きとか、そういうのでやっぱりゆっくり形を作っていくっていうのをやりますね。形作りをちゃんとやろうと思うとやっぱ一日じゃ終わんないんで、やっぱりそういう意味では業務っていう風になるとある程度選ぶかなっていう気はします。砥石屋さんだと京都とかにちっちゃく作ってるとこがいくつかあって、あとやっぱ大きいのはシャクトン、なにわさん、キングのあれは松永砥石さんだったかながやっぱ大きくて、他でその古語の包丁屋さんとかが包丁屋さんの名前のロゴで出してるやつは基本 OEM だと思いますね。そのもうその砥石メーカーさんが出してるやつの配合は一緒で、まあ色とか変えて出してるものが多いので、砥石メーカーさん以外が出してるもの以外のそのちっちゃいブランドさんのやつとかは基本的にそれをベースとして、もしかしたら配合とかも変えてるかもしれないんですけど、それをベースにして作ってるものが多いと僕は把握してます。で、一からその砥石を開発してるっていう包丁屋さんは多分まずないと思いますね。藤原さんしか僕は知らないです。その一から作るって言ってもその度合いもたくさんあって、多分その藤原さんとか奈緒さんとかぐらいにその砥石に対して理解のある人が、まあ、僕も含めてですけどそんなに理解がないんで、仮にその自分の商品を作るとしてもこっちの要望で例えば研磨力強くとか、なんか平面維持をもうちょっと強くとか、あとは砥石の粒度とか色とかそれぐらいまでは指示ができても、じゃあそのこの砥石を固めるボンドは、ね、この種類のボンドを使って研磨剤もいろんな種類がある中でこの研磨剤を使ってで骨材はどうとか、なんかそこまでそのレシピの中にどういう成分がどの割合で入るとどうなるっていうのを把握してないから、多分多くの包丁屋さんが作る砥石っていうのはその表面的なところのオーダーはできても、そのベースから組み立ててこういう砥石になるっていうのを想像しながら作る人は、まあ、僕は知らないかな、そういう意味では検証はすごい特殊っていうか、検証を設計されてる藤原さんも、奈緒さんも明確に自分の砥石を説明できると思うんですよね。その他の砥石と比べた時にこことここが勝っててこことここが、まあ、もしかしたらこの場面ではデメリットになるみたいなのをものすごくちゃんと正確に把握されてるかなっていう。で多分他の砥石メーカーさんとかもそれこそこの黒幕とか超セラが出た時っていうのは基本的にこの水につけるタイプのキングとかの昔から使われてる茶色のもう水につけて泡が出るようなタイプが主流でその後これが出てめちゃくちゃ、まあ今もすごい流行ってるんですけど、やっぱりいつも言うように業務として2時間とか3時間とか研ぐ人には確かに向かない砥石だと思います。やっぱり水に溶けちゃうんで表面の硬さとかが変わってきちゃう。そういう意味では向かないと言えます。ただ向かないっていうのもそのレベルにもよるかなと思ってて、そこまで別に精度を求めないであればあんま関係ない。ただやっぱりなるべく同じ状態で同じ条件で研いでいかないとその到達できない精度を目指してる藤原さんみたいな研ぎ師さんにとってはやっぱりその時間ごとに変化してきちゃう砥石っていうのは扱いにくいんじゃないかなと。まあ普通に、まあ、確かに使いやすいと思う。藤原さんもその礎自分で開発する前、その礎の前も何個かいろんな砥石自分たちで開発してたんですけど、やっぱりその業務としていろいろやっていくと
自分がもっとこういうのがあったらいいなっていうのは必ず出てくるんですよ。それで開発したのが頂だったり残だったりで、今はまあそれが礎になってってあると思うんだけど、確かにこれは使いやすいと思う。そのを万人受けはすると思います。その水に溶けやすいとかちょっと劣化しやすいっていう点を除いては、もう水かけたらすぐ使えるし、値段もすごい手頃だし3000円で、普通に使いやすいから進めてるっていう点もあれば、やっぱ発信においてみんなが進めてるのを進めた方が気持ち的に多分発言しやすいっていうのはあると思いますよ、普通に。でみんながこれ使いにくいって言ってるのにこれ使いやすいっていうのちょっと勇気いるじゃないですか。だから普通にみんなが押してるから押すとか、あとは単純にビジネス的要素で言うと、そのアフィリエイトとかそういうのでやっぱりネットとかでたくさん売ってるんで、それ進めるっていうのはあるのかなっていう、純粋に。まあでも普通にいい砥石なんで、そこが一番大きいんじゃないですかね。やっぱりその道具ばっか揃えても、その研ぎ手の技術がなってなかったら、まあ、意味ないっちゃ意味ないし、そのじゃあいっぱい砥石揃えても全部砥石曲がってたらその力が発揮できないのと一緒で、別に砥石1本でも多くの人が満足できる切れ味にはなると思うっていう意味では、別にたくさん揃える意味はそんなないかな。もう基本的にその中砥石と仕上げ砥石とあと面直し、この3つだけあれば多分8割以上の人は満足するんじゃないかなって。それが別にどんな砥石であっても、ある一定のその多くの人が使ってうわ切れるっていう水準だったら、もうこの3つがあれば、あとはもう技術とかその砥石の使い方とかでカバーできる部分もあるんで、そういう意味ではそんなに数いらないかな。でもその3つ3点セットだけあれば大抵のことはできちゃう。その3つじゃ到達できない域に行きたいんだったら増やしていかないといけないんですけど、でもその自分がどこまで解けてるかっていうのが分かるようになるレベルまでまずいかなきゃいけないっていうのも、その自分がどのレベルの研ぎをできてるのかっていうのもが多分客観視できるようになると急につまんなくなったりするかもしれない。性格によるかもしれないですけど、僕はその瞬間から研ぎちょっとつまんなくなったっていうか、これ以上ここをやろうと思ったら例えば10時間かかるなとか5時間かかるなとか、そこでまあめんどくさとかなんかもういいやってなっちゃったりとかっていうのが結構出てくるから、だからそこは趣味でやってるか業務でやってるかの違いも多分あると思うんだけど、難しいねそこはね。まずはなんか何でもいいからもう買って研ぐのが一番いいんじゃないかなっていうか、まあいろんな方がいろんなこと言ってますけど、別にどれも正解だし、どんな方法でも別に研げればいいね。あんまり変に頭に入れすぎずに、まあおすすめのもう黒幕、それこそみんなが言ってる黒幕でも別にいいと思いますし、それこそキングの安い1500円とか2000円以下で買えるような砥石でもいいですし、でそれで安い包丁かなんか1本買ってまず研いでみるっていうのが、変に考えすぎるとなんかこれやっちゃいけないとか、こう上手に研がなきゃいけないとか最初から考えると全然面白くないんで、とりあえず切れないのを切れるようにするっていうその一歩をやることによって、じゃあ今度切れたの次はじゃあどのぐらい切れるようにしたいのかっていう、こう次のステップにどんどん一歩ずつ行くのが大事なんで、まずスタートすることが一番大事だと。あんまり見すぎなくていいと思う。その他の人の YouTube とかも僕のも含めてあんま聞かないで、とりあえずはなんか Amazon で買って、明日から研いでみるっていうのが一番上達への近道じゃないかなと思います。あとはもう楽しんでるうちに勝手に自分で上達していくもんかなと思います。今日はちょっと雑な紹介だったんですけど、これはどう思いますかとか、なんかそう具体的な質問があるとちょっと僕も準備して答えやすいかなと思うんで、なんか興味のある方はそういうコメントとかしてもらえると次の動画を撮るときにすごい撮りやすいです。今日は過去に使ってた砥石たちをちょっと引っ張り出してみました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。